朝から防災の表示が変わるのだ。いざという時に迷いにくくなるのだ。名前が散ってるよりはずっといいわね。急いでる時ほど短くまとまってる方が助かるわ。何の話？そのまま見るとむずそうだけど、実は大事じゃん。28日の午後から新しい防災気象情報が出始めるのだ。まずそこ、名前だけで頭がいっぱいになる人がいそうね。今回は河川の氾濫、大雨の浸水、土砂災害、校長の4つに分けるよね。しかも5段階で揃えるのだ。レベル5が特別警報、4が新しい危険警報なのだ。危険警報って警報と特別警報の間で一段怖い感じがするわね。それで数字がついてると今どのくらい危ないか見えやすいじゃん。学校の避難訓練みたいに前から知ってると動きやすいじゃん。そうなのだ。氾濫特別警報ならレベル5氾濫特別警報みたいに出るのだ。覚えやすいのは助かるけど、切迫してる時に長い名前を読む余裕はないものね。だから普段から見慣れておくのが大事だよね。学校の避難訓練みたいに前から知ってると動きやすいじゃん。氾濫の情報は当面は全国400余りの洪水予報河川が中心なのだ。つまりまず大きな川から手厚く見るってことね。他の川は大雨情報で危険度を見る形か、地域で見方が少し変わるんだね。さらに0時半から1時50分頃は切り替えで警報や注意報が止まるのだ。そこが一番落ち着かない時間帯ね。ホームページの切り替え前の表示を見ておくよう言ってるわ。うっかり空白だと思うと怖いから、そこはちゃんと見ておきたいよね。大きな地震や特別警報が見込まれるときは開始が遅れることもあるのだ。まあ機械の都合より命が先よ。そこは柔軟でいいわ。あと、キキクルって何？危険度分布のことなのだ。どこがどれだけ危ないかを色で見る感じなのだ。ハザードマップとキキクル、両方見てから動けって話ね。自分の街に合わせて見る場所が変わるの。確かに、避難スイッチって感じじゃん。次は原油と円相場の話なのだ。市場がかなり揺れたのだ。原油一つでここまで動くの、ほんと落ち着かないわね。しかもニューヨーク原油ってアメリカの原油の目安みたいなやつだよね。そうなのだ。 WTI の先物が一時87ドル台まで下がったのだ。先物って後で受け渡しする前提の値段を先に見るやつよね。今すぐの値段だけじゃなくて先の見込みで動くから大きく触れやすいじゃん。合意を目指す覚書の報道でホルムズ海峡の航行が戻る期待が出たのだ。そこが通りやすくなると原油の流れが変わるものね。船が通れるかどうかで油の値段まで変わるの。連動がえぐいじゃん。でもその後にアメリカ側が報道を否定したと伝わってまた買い戻しが入ったのだ。一気に安心して一気に不安になる市場って気分やね。1バレル90ドル前後で行ったり来たりか、財布の中身じゃ追いつかないやつだよね。さらに円相場は一時1ドル159円台半ばまで下がったのだ。政府、日銀の介入以来の円安水準って聞くとじわっと重いわね。輸入品とかじわじわ効いてきそうじゃん。原油が高いままだと円にも株にも影響が広がるのだ。じゃあ注目は報道がどこまで本当かと原油が戻るかどうかね。これって原油が落ち着いたら円も戻りやすいの？原油だけで決まるわけではないのだ。景気や金利も絡むからそこがややこしいのだ。だから一つのニュースで全部決めつけない方がいいわね。続いては株価なのだ。こっちは逆に明るい動きだったのだ。同じホルムズ海峡の話でも株は上に触れるのね。原油が下がるとガソリン代や運ぶコストの不安が少し和らぐって見られたよね。その期待でダウ平均株価が最高値を更新したのだ。ダウってアメリカ株の代表みたいな指数よね。みんなの体温計みたいに見られがちじゃん。一時は360ドル余り上がって終わりは182ドル60セント高だったのだ。上げ幅は縮んでも終値で更新したなら十分強いわね。しかもナスダックと S&P500 も最高値更新って記録強かったんだね。繰り
のだ。原油が下がると、運ぶ側にも売る側にも追い風になりやすいものね。確かに、店頭の値段や物流の不安が減ると、気持ちも楽じゃん。ただ、アメリカ側の否定で上げ幅は縮んだのだ。つまり、期待だけで走って、確認でブレーキがかかった感じね。こういう日は、ニュースの見出しだけで判断しない方がいいよね。市場関係者も、半導体株の過熱感がある中で一部が支えたと言っているのだ。全部が上がったわけじゃないのね。意外と中身はばらけてるわ。そこ気になるじゃん。次はどの銘柄が引っ張るのか、見ていきたくなるよね。さっきの話で気になったんだけど、今の気象庁って昔からこの名前だったわけじゃないよね。名前が変わるのだ。組織も名前も意外と育ってきた感じがするわね。どんな経緯なのかしら。前身は東京気象台で、1956年に気象庁に改称してるんだよ。今は国土交通省の外局だよ。ずいぶん長い旅をしてきたのだ。それに、昔は桜の開花予想も出してたけど、2009年でやめてるの。民間でも同じ情報が出るようになったからだよ。天気だけじゃなく、季節の話までやってたのね。守備範囲が広いわ。今は、命に近い情報へぐっと寄ってる感じだよね。今日は、防災も相場も、見る場所が大事だったのだ。情報が多い日は、一つずつ整理するだけでだいぶ違うわね。概要欄も見ておくといいわ。コメントで、先に確認したいのは警報メーカーキキクルか。教えて。また次回も、一緒に追っていくのだ。